前回作った遺跡を今回は実際に遊べるステージへ変えていきます。入り口から始まって奥のゴールへ触れるとその場でステージクリアです。この仕組みを初めてのノードグラフで一緒に作っていきましょう。こんにちは、太田福天使です。こちらの動画では、星々の元凶のゲームの作り方について解説していきます。そして私自身の備忘録としても作っています。こちらの動画は概要欄にあるチュートリアルのリンク、こちらを参考にして作っています。こちらのリンクにあるサイトは中国語もしくは英語しかありませんので、そこは気をつけてください。コメントで情報共有もしくは質問などもしてくれるととても嬉しいです。では、よろしくお願いいたします。星々の元凶1からマスターパート3です。前回は床や壁をコピーして屋根付きの小さな遺跡を作りました。今回はその遺跡へプレイヤーの始まりの地点とゴール判定を追加し、これまで次回行こうとしていたノードグラフにも正式に入ります。新しい言葉が多いので、何のためのものか、どこから開くのか、今回どこで使うのかを一つずつ画面で確認します。まずは前回の作例を今回の舞台として使いやすい状態へ整えました。作業途中の古い遺跡が残っていたため、重複している方を削除しています。屋根付きの遺跡は少し浮いていたので、地面へ合う高さに直しました。入り口から奥までまっすぐ歩ける状態にして、今回は入り口をスタート、奥をゴールにします。仕組みを追加する前に、ここから何度も出てくるエンティティという言葉を整理します。ステージ上に置かれた床、柱、ゴールなど、一つ一つの実体をエンティティと呼びます。上部のエンティティ配置を開いて左の一覧から置き、ステージ上で選択すると右側へ位置や設定が表示されます。画面の中で個別に選び、動かしたり設定したりできるものと考えれば大丈夫です。次は、静的ユニットと動的ユニットです。上部の立方体アイコンでオブジェクトプレハブを開くと、左側の基礎モジュールに両方の分類があります。床や柱のように、主にステージの形や背景を作るものは、基本的に静的ユニットです。一方、今回のゴール玉のように、プレイヤーが触れたことを検出し、その後処理を動かしたいものには動的ユニットを使います。見た目が動くかどうかより、ゲーム中の判定や仕組みを持たせるかどうかで考えてください。もう一つ、プレハブという言葉も確認します。プレハブは、見た目や設定をまとめて保存し、何度でも使えるテンプレートです。オブジェクトプレハブの左側にあるカスタムやアセットライブラリからステージへ置くと、そのコピーがステージ上のエンティティになります。今回は、球体を動的ユニットのプレハブとして保存し、ゴール用のエンティティとして遺跡の奥へ配置しています。ここから、プレイヤーの始まりの地点を作ります。画面上部のプリセットポイント管理を開いてください。プリセットポイントは、プレイヤーの開始位置や、倒れた後の復活位置などを管理するためのポイントです。今回は、プレイヤーが遺跡の入り口から始まるように、既存のポイントを入り口前へ移動します。左側のプリセットポイントを選ぶと、右側に位置と回転が表示されます。今回の位置は、X が 7.53、Y が1、Z が -10 です。入り口の外側へ置き、向きは遺跡の奥を向くように揃えます。数値を覚える必要はありませんが、開始地点が床の中や屋根の上になっていないかを、画面と座標の両方で確認してください。プリセットポイントの中にある、スポーン地点参照も確認します。スポーンは、プレイヤーをステージへ出現させることです。今回はスポーン地点位置が、この入り口のプリセットポイントを参照しています。ポイントを正しい場所へ置いても、スポーン地点から参照されていなければ想定した場所から始まらないので、場所と参照を必ずセットで確認してください。1、向き、スポーン地点位置との参照を確認したら、一旦保存します。この時点でテストプレイすれば、入り口から始まるかだけを確認できます。新しい仕組みを追加するときは、一度に全部作らず、小さく保存して試すと原因を見つけやすくなります。次は、遺跡の奥へゴールを作ります。オブジェクトプレハブを開き、動的ユニットとして保存した今回のゴール玉をステージへ置きます。入り口からまっすぐ歩いた先に来るように位置を揃えました。この玉はゴールの場所を見せる目印ですが、見た目の玉だけでは、プレイヤーが触れたことを検出できません。そこで追加するのが、衝突トリガーです。衝突トリガーは、目に見えない判定範囲へ何かが入った、出た、または範囲内にいる、といった出来事を検出する仕組みです。
判定を受け取る側が衝突トリガーで、判定される側は衝突ソースと呼ばれます。今回のテストプレイではプレイヤーキャラクターが検出対象になるので、別の衝突ソースを追加する操作は必要ありません。ゴール玉を選ぶと、右側に専用の設定タブが表示されます。立方体の形をしたコンポーネント設定を開き、画面下の共通コンポーネントを追加を押します。一覧にある衝突トリガーを選ぶと、ゴール玉へ衝突トリガーの機能が追加されます。衝突トリガーを追加すると、右側に専用のカードが増えます。カードの下にある詳細編集を押すと、衝突トリガー専用の編集画面が開きます。まずは、このボタンが判定範囲を編集する入り口だと覚えておけば大丈夫です。専用画面を開くと、最初は判定エリアがまだ空です。上にある大きなプラスを押して、新しい判定エリアを1つ追加します。追加すると、エリア1という項目が現れます。これが、実際に衝突を検出する見えない判定ブロックです。ここでいうブロックは、次に扱うノードではなく、ステージ上の判定範囲のことです。トリガーエリアの形状では、判定範囲の形を選べます。今回は、入り口からまっすぐ来るプレイヤーを受け止めやすい直方体を使います。中心は、ゴール玉を基準にした位置のズレを調整します。回転は判定範囲の向き、ズーム倍率は判定範囲の大きさを調整する項目です。ズーム倍率の X、Y、Z で横幅、高さ、奥行きを変え、今回は3方向をすべて3にします。画面上のトリガー ID は1のまま使います。この番号は、イベントが起きたとき、どの判定エリアだったかを区別するためのものです。初期有効をオンにすると、ステージ開始直後からこの判定が働きます。効果発動対象では、どの種類のエンティティを検出するかを選べます。今回はプレイヤーキャラクターが対象に含まれている状態を使うので、追加の衝突ソースは必要ありません。トリガーは1つだけなので、ID を使った比較や分岐もまだ不要です。設定が終わったら、右上の×で元のコンポーネント画面へ戻ります。カードに初期有効がすべて、トリガー ID が1と表示されていれば、設定は完了です。これでゴール玉に、見た目とは別の、触れたことを検出する判定範囲ができました。ここから、今回の中心になるノードグラフです。ノードグラフは、何が起きたら何をするかを、ブロックと線で組み立てる画面です。一つ一つのブロックをノードと呼び、今回は左に出来事を受け取るイベントノード、右に処理を行う実行ノードを置きます。白い実行線でつないだ順番に処理が流れるので、左から右へ文章として読むのが基本です。ノードグラフは、ゴール玉を選んだ時に出る右側のノードグラフタブから開きます。まだついていない場合は、画面下のノードグラフを追加から新しく追加します。追加した後は、グラフのカードにあるノードグラフを編集を押すと、専用の編集画面へ切り替わります。画面は大きく変わりますが、今回はノードを2つ置き、白い線を1本つなぐだけです。1つ目は、衝突トリガーに入るときです。これは、何かがゴールの判定範囲へ入った瞬間に動き出すイベントノードです。このグラフはゴール玉へついているので、その玉の衝突トリガーへプレイヤーが入るとイベントが発生します。右側には入ってきたエンティティやトリガー ID などの出力もありますが、今回は接続せず、白い実行端子だけを使います。2つ目は、ステージ終了です。これは名前の通り、現在のステージを終了し、結果画面へ進める実行ノードです。左の衝突トリガーに入るときから、右のステージ終了へ白い実行線をつなぎます。データ用の丸い端子も見えますが今回は使わないので、白い端子から白い端子へつながった一本の線だけに注目してください。出来上がったグラフを、左から右へ日本語で読み上げてみます。衝突トリガーに入るとき、ステージを終了する。このように、置いた場所ではなく線でつながった流れを文章にすると理解しやすくなり、今回はこの2つのノードが全ての基本になります。グラフを保存し、ゴール玉のノードグラフタブに追加されていることを確認します。これで、ゴール玉には3つの役割が揃いました。玉の見た目が場所を伝え、衝突トリガーが触れたことを判定し、ノードグラフが判定後のステージ終了を実行します。見た目、判定、処理、この3つを分けて考えると、仕組みを後から直しやすくなります。ステージを保存して、テストプレイへ入ります。最初に、遺跡の入り口へ置いたプリセットポイントから始まることを確認します。そのまま中央の通路を奥へ進み、ゴール玉へ近づきます。判定範囲へ入るとイベントが発生し、白い実行線を通ってステージ終了が動きます。結果画面へ切り替われば成功です。同じように作っても動かないときは、4箇所を順番に確認してください。1つ目は、プリセットポイントが入り口にあり、
スポーン地点位置から参照されているか、2つ目は衝突トリガーの初期有効がオンになっているか、3つ目は作ったノードグラフがゴール玉へ追加されているか、4つ目は2つのノードが白い実行線でつながっているかです。始まりの地点、判定、処理の順に小さく切り分けて確認しましょう。今回はエンティティ、静的ユニットと動的ユニット、プレハブの違いを確認しました。プリセットポイントで始まりの地点を作り、動的ユニットへ衝突トリガーを追加し、初めてのノードグラフでゴール判定を完成させています。ノードグラフには今回から実際に触れましたが、使ったのはイベント1つ、実行1つ、白い線1本だけです。次回はここへ変数や条件分岐を加えて、例えば星を必要な数だけ集めたらクリアする仕組みへ発展させていきます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。では、以上で動画を終わります。コメントなどしていただけると嬉しいです。チャンネル登録なども、ついでにしていただければと思います。では、ありがとうございました。